政府は160円超えで為替介入、160円の攻防もすぐに戻り厳しそうです。まだまだ為替介入しますか？いや、さすがにすると思いますけどね。ただ、協調介入して為替止まらんっていうので、一応でも防衛ラインをどこに置くかで、1回160円には置くとは思うんですけど、ただね、円安になったから180、119兆円ぐらいしか、米国債持ってないんですよね。1回の為替介入でだいたい10兆円使うというふうに言われてるので、なので、玉切れ来ないといいんですけどね。どうなることやらって感じですよね。9月には利上げはするらしいです。はい。ひろき様、これからの日本はどうなると見ていますか？やばいんじゃないかなと思うんですよね。このやばいんじゃないかなという状況を多数派の日本人が理解していないということなんですよ。日銀が政策金利を 0.5 から 0.75 に上げたのですが、円安になりました。これはなんでかというと、本来利子を上げると、その分日本円を持ってた方が利率が上がるから得するよねとなるんですが、市場としては 0.25 ぐらいしか上げられないんだ。じゃあ日本はまだまだ円が下がるよね。要は円に価値がないよね。もっと利率を上げてくるんだったら、じゃあ日本は割とやる気なのかなってなるんですけど、日銀やる気ねえじゃんっていうのが明確になったので、じゃあこれはもうそれ以降1年に 0.5% くらいしか上げられないので、来年の春ぐらいまでは利率を上げるとかって難しいよねと。いきなり為替介入ってのもないよね。じゃあ円安でいいよねっていうので、円安が進んでしまいましたと。そもそも物価高がよろしくないっていうので、物価高対策、円安対策のために利率を上げたんですけど、結果としてこの程度しかできないよねっていう足元見られちゃったんですよね。でいくと来年に 1% とか 1.25% とかにして、どれぐらい耐えられるかっていう問題と、あと長期金利めちゃめちゃ高いんですよね、今。長期金利が半年で 2.1 だから 0.6% ぐらい上がってるんですよ。アメリカみたいな 3.5% の政策金利の国が 4.1% に上がりましたとかっていうのであれば、まあまあそれぐらい上がるようなんですけど、もともと1.5 とかから 2.1 に上がってるわけで、なので4分の1ぐらい増えてるんですよ。そこの上昇率たるやすごいよねって話なんですけど、10年金利っていうのは固定金利と連動するので、マンション借りてる人とかっていうのがもともと 1.6 ですみたいな人が 0.5% 上がりましたっていうので、0.5% 長期金利が上がると国債の金利の負担額がどれぐらいかっていうと、大体年間5兆円ぐらいの国債の金利負担が増えるんですよ。で、頭のよろしくない人だって言って、国債の金利なんて日本銀行がひたすら円をすればいいだけなんだから、誰も負担がないじゃないかと考えるんですよ。じゃあ5兆円分円をするということは、より5兆円分多くの日本円というのが世に出るので、結果として日本円を受け取りたくない人が増えるので、じゃあ国債でいくと金利は上がるし、円安になるんですよ。基本的にはその少子化をなんとかした方がいいよねというのがもともとありまして、これがなんでそうなってるかというと、日本の経済がどんどん悪くなっているのがなぜなのかっていうので、国力というのは人口と働いてる労働者の教育レベルに相関するんですよ。比例するんですよ。毎年日本って 0.5% ずつ日本人減ってるんですよね。0.5% ずつ減ってるということは、基本的には売り上げは日本人相手にやってる商売は毎年毎年売り上げが 0.5% ずつ減るわけですよ。去年だけで80万人ぐらい日本に人がいなくなって、山梨県の人口が1年で全員いなくなるみたいなっていうのを毎年起きてるんですよ。なのでどんどん売り上げが下がっていくんだったら設備投資もしないし、給料も上がらないし、で給料も上がらなくて設備投資もしないと、外国のものがどんどん安くていいものが生まれてくるから、じゃあそれを買わなきゃいけないよねっていうので、日本国内で物が作られなくなって外国のものを買うということになり、結果としてどんどん円安が進んでしまうよねっていうのもあって、日本経済結構きついよねという状況になってたりするので、なので少なくとも人口を増やすぐらいは経済のためにも必要だよね。福祉っていうのも今割と日本は他の国に比べて潤沢な福祉というのは行われてますけど、でこれは今労働者の働いてる人たちが自分で払う分と会社が払う分で給料の 30% を社会保険として払ってるから成立してるんですよね。でも社会保険料というのもこれ以上上げないとは言ってるんですけど、昔はもっと低かったんですけど、昔は 5% ぐらいからスタートしたんですけど、今 30% 取れるんですよ。なので年収300万円の人でだいたい90万ぐらい社会保険料として福祉のお金を取られてるっていうのがあって、そうなるとやっぱり自分の生活になかなかこんなに使えないよねっていう、社会保険料で 30% 取られて消費税 10% 取られて、
て、で、その後所得税とかで 10% とか取られてっていうので、いろんな税金取られてるので、だいたい日本人の国民負担率は 48% ぐらいって言われてるんですよね。1000万円稼いだら480万円ぐらい国に取られちゃうっていう。これが2000万円払ってる人が 48% 取られるんだったら、まあ別にいいよねって話なんですよ。お金いっぱい持ってるわけだから、手元に1000万円残るんだから別にいいでしょみたいな。でも社会保険料の場合って国民の平均年収より低い人からでも 30% 取るんですよね、社会保険料として。消費税は必ず 10% 払わないと物買えないっていうのもあったりするので、軽減税率がありますけど、やっぱりある程度国民負担を減らすっていうのをやらなきゃいけないんですけど、そのためには経済の規模を大きくしなきゃいけなくて、経済の規模を大きくするのでは特効薬っていうのはそんなにはないんですけど、ただ人口を増やしたら経済規模は大きくなるよねっていうのは、今のところ誰も否定はしてないんですよ。高市さんが経済のスイッチを押し通して押しまくるとか言ってますけど、どの政策をやることによって経済がどううまくいくかというのは、今のところは答えはないんですよ。なんかこういうのうまくいったよねってなっても時代によってはうまくいかないって思ったりするので、ただ少なくとも人口を増やす、教育レベルを上げるにおいてはそれは特効薬だよねというのは分かってるので、じゃあそれやった方がいいんじゃないっていう至極当たり前の話なんですよ。少子化対策した方がいいよねと言い続けて早40年、未だにちゃんとした少子化対策が行われていないんですよね。例えば少子化対策という名のもとに子ども家庭庁で行われているのは、なぜか電通に広告宣伝費を30億円かな払うみたいな。電通に広告費を払うとなぜ子供が増えるのか僕はよくわからないんですけど、少なくともそういう感じで予算が使われてるんですよね。子供を増やすための予算とやらがっていうのがあって、なので少子化対策って言って意味のないことにお金を使うというのが日本はよく行われてるんですけど、そうではなくてこの政策、この予算に使うことによってどれぐらいの効果がありましたっていうのが明確になるような少子化対策案っていうのをちょこちょこやっていきたいなと。なので今僕らが言っている、決まったわけじゃないんですけど、3人目の子供に補助金あげますよとかっていうのも、実は少子化対策として効果がないよねっていうのが明確になったら、違う少子化対策をじゃあやりましょうっていう形で政策を変えていくっていうのも必要だと思ってるんですよ。これをやったら必ずうまくいくよねみたいな銀の弾丸的なものがあるわけではないので、何かをやってそれがちゃんと効果測定をして、効果測定してダメだったら次のやり方をするっていう形で、何か効果のあるものを探すっていうのをやるというのが、約束を守る首長を作らないとできないんですよね。効果測定のためにはやっぱ政策を実行してもらわないといけないので、なので政策を実行するというのを約束できる人を首長にしたい。もちろん場所にもよるんですよね。他の地方とかで2、3万円あげたら全然家広くなるからいいよねなんですけど、東京の中心とかで2、3万円増えたぐらいで引っ越しをして広い家に住めるほどのお金ではないよねってなったりするので、そこら辺の地域によっても必要な子ども政策というのは違う可能性はあるよねと思います。結局先進国というのは少子化が進んでいる、これは正しいです。各国いろいろな政策をやってちょっとずつ少子化対策になったり、これがもう効果を発揮したくなったりっていうので、いろんなことをやって上げたり下げたりっていうのをやってるんですけど、全体トレンドとしては下がる傾向があるよねっていうのがあって、なので全ての少子化対策がうまくいかなかったわけではないんですよ。フランスが何年か前にやった少子化対策で出生率 2% まで持ち込めたことがあるんですよね。その後ずっと下がってますけど、なので対策によって出生率が上がるものはあるんですよ。ただそれは時間によってどんどん失ってしまったりとか、予算が高すぎてなかなかできないよねっていうのがあったりするので、いろんな対策をやることによって少なくとも他の国よりはまだ高いよねぐらいにした方がまだマシだよねっていう。韓国とかだともう確か1切るんじゃなかった。韓国の出生率 0.99 とかじゃなかったかなっていう感じで、ものすごい勢いで韓国人を減らしてるっていうのをやってるんですけど、さすがにそうならないようにした方がいいよねって話です。東京都も出生率 0.99 っていうものすごい子供減らしてるんですけど、小池さんが子育て政策成功しているという表現で紹介されるのはいかがなものかなと僕は思ってるんですけども、はい。円が安くなると海外投資家が日本企業の株を安く買えるのかしら。はい、そうです。なので円安になると株価が上がるっていうので割と喜んでる人が多いんですけど、ドルベースでいくとそんなに株価は上がってなかったりするんですよね。円安になって割安だから売れているというだけで、日本企業が利益を出せるようになったから株価が上がってるとかっていうわけではなく、単純にドルベースで見た場合に円安だから得に見えるっていう、そういうだけのことだったりするので、あんまり企業実績が良いという意味では違うんじゃないかなと僕は思っております。はい。
実績ベースでいくと、輸出系企業はそこそこ実績は良くなる場合もあるんですけど、ただそれはあくまで同じものを売っていても円安だから、円換算した場合に利益が増えてるように見えるっていうだけの話なんですよね。で、これがドルベースの売り上げで言ったら別に変わってなかったりするので、株価が上がって景気がいいと言われていても、企業がドルベースで利益の額が上がってるかっていうと、別にそうではないので、要は好景気というのは物が多く売れますとか、利益の絶対額が増えていますとか、コスト削減をすることによって、売上が一緒でもコストが低いから利益の額が多くなるよねとかであれば、僕はそれは好景気だと思うんですよ。ドルベースでは売上の額は変わらないけど、円が安くなったので、円換算したらプラスの部分が多いよねというのを、景気が良くなっているこの企業は業績が上がったというのを言ってしまうのはいかがなものかなというふうには思っております。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。